全く同じパワートレーンではないっていうところも面白い部分かなとは思います。ですからお行儀がいいような感じです。これになると本当に BMW、 もう本当に BMW です。 FF でも体感2ミリぐらいチュッと動かしただけでスパーンってこうね。はい、皆さんこんにちは。自動車ジャーナリストの今井裕樹です。今日ご紹介するのはこちら BMW の M235X ドライブグランクーペ一般道試乗です。最上位グレードということでですね、こちら走りの方もさすが M235X ドライブということでですね、ぜひ最後までご覧いただけたら嬉しいです。それではチャンネル登録と高評価で応援してください。車買ったら自宅で簡単コーティングシラザン50。そしてもういい感じで夕闇になりつつあるんですが、今日はですねお台場にあります BMW 東京ベイを舞台に走行しております。この辺はねやっぱり都心部での車の取り回しがレビューできるっていうので、結構ねここでBMW さん撮らせていただくことが多いんですけど、一般の方もここねディーラーとして入れるので、ぜひ遊びに来ていただきたいですし、お茶とかも飲めるのでねいいかなと思います。さておき、この2シリーズのグランクーペ動画は3代目になりますね。この今日お届けする 235X ドライブが最上位グレードになっております。でもうベースのですね220と 220D が良すぎて、最終的に 220D 動画でもう戸惑いまくってですねどっちを買ったらいいか分からないみたいなことを言って、こう最終的にはため息ついて終わったっていう謎の試乗動画をお届けしてしまったんですけれども、本当によくできてますね。この2シリーズのグランクーペはこのね235になってくるとそりゃいいよねと。ね、M パフォーマンスのモデルではありますけれども、それは最上位グレードになってくると M の文字がついてくるので、220と 220D も M スポーツではありましたけれども、あれはコスメなのでね、こういうしっかりとその M パフォーマンスパッケージが入ってくるとですね、これはこれでしっかりして当たり前って思うんですけれども、もうベースグレードが良すぎましたね。なんでこの車ももういいに決まってるっていうバイアスがもうすでに入っております、私の中で。で、このシリーズ中ですね、最上位であると同時に、やはりパフォーマンスとしても、もちろん最上位であるというのが、235X ドライブの M235 のね、特徴かなと思うんですけれども、このモデルだけですね、4駆、X ドライブなので4駆モデルになります。他のラインナップは全て FF になっているというのが、この2シリーズらしい個性でもあります。あえて個性って言いますけどね。でやっぱり2シリーズっていうのは FF ベースになってるんですよね。これ1、2ともにそうなりましたけれども、FF ベースのプラットフォームになっているということで、BMW のその元々のすごいコアファンからすると、アリュー的な位置づけにはあると思いますけれども、正直私はあんまり FF、FR を関係ないと思っているタイプなので、この、グランクーペとかその2シリーズ、それから1シリーズに対しての商品力っていうのは十分にあると思ってます。でなぜならばやっぱりここまでですね、そのコンパクトセグメントに対してちゃんとコストを割いてですね、しっかりとそのコンパクトセグメントにも世界観を持っているっていうメーカーが今どんどん減ってるような気がして、ね、特にメルセデスとかはですね、こういうこのコンパクトセグメント、ね、利益率の低いモデルはちょっと切り捨て方向にあるのかなと思う中でですね、やっぱり BMW はそのラインナップの中に傘下に、ミニを持ってますので、このコンパクトな車に対してのそもそものその製造力があるというかね、大事にしてるなっていうのを感じて、私はこの今ですねコンパクトセグメントを買うんだったら割と BMW が強いんじゃないかなと思っています。そうなんですよね。だから実は傘下にその BMW ミニがあるっていうことが、この我々というか私のようなそのプレミアムコンパクトっていうのを欲しい層にとってはやっぱりすごい今じわじわとメリットになってきていて、本当にねこれがあることによって都市部でのそのプレミアムカーの在り方っていうのが割と大事にしてもらえてるな、欧州にあってっていう感じもしてるんですよね。なので今回改めてこの2シリーズのグランクーペの魅力っていうのをすごい知って、今本当ににわかに欲しくなってるんですけれども、なのでこの2リッターの直4エンジンが搭載されてます。
この2リッターの直用エンジンはそうジョン・クーパーワークスに搭載されてるのと同じなんですよね。なんですけどやっぱりこの BMW とミニってやっぱりブランドにねヒエラルキーがあるので、例えば 1.5 リッターの方にもマイルドハイブリッド化をされていたりとか、そうミニの方はですね IC なんですけれども BMW の方は48V のマイルドハイブリッドが入っていたりとか、やはりね上位ブランドらしいその親ブランドらしいね演出っていうのもされているので、ミニを選ぶか BMW を選ぶかっていうので、その同じパワートレーン全く同じパワートレーンではないっていうところも面白い部分かなとは思います。両方ともね FF でハイパフォーマンスですごく飛び出るようなトルクでっていうのは選べるんですけれども、実は味が全然違う。ちゃんと BMW は BMW のラグジュアリーっていうのが貫かれているっていうのがすごく面白い部分でもありますし、その買う理由にもなっているというところですね。私はミニも好きなのでどっちがいいっていう感じではないんですけど、どっちもいいんですけどそうでこのジョン・クーパーワークスについているこの2リッターの方のターボもですね BMW 流にはハイブリッド化をされていて、ちょっと電動のですねメーターとかも入っているっていうところもすっごい滑らかなんですよ。びっくりしてしまいます。今ちょっとしばらく走っただけなんですけれども、やっぱりそのジョン・クーパーワークスにはないしっとりさ洗練っていうのがあって、これはもちろんディメンションからも来てると思います。今回ですね全幅が1800で、これはベースグレードと変わらないんですね。でエアロとかも全く同じなので、そのグリルのね形状が違うだけでディメンションが変わるといったようなものではなく、その全幅全高っていうですねディメンションの良さっていうのは引き継がれているのが235の魅力でもあると思います。そうあえて魅力って言いますけど魅力だと思います。でなんですけどやっぱりねこれになるとそもそもエンジンがね2リッターになっている。でもディーゼルもね2リッターじゃないですか。でディーゼルエンジンの方が気候が重たいので車重的にはですねこっちと考えるとディーゼルの方が重いんじゃないかな。あ違う、でも X ドライブだからこっちの方が重いのか。そういろいろとこう気候とパワートレーンが違うので、今その車重のことをあまりちゃんとスペック見ないで乗ってるんですけど、こっちの方がやっぱりちょっとねずっしりして感じます。でそれはずっしりして感じるのは多分リアの方が落ち着きがあるからだと思っています。でこのリアの落ち着きっていうのを感じるのはやっぱり X ドライブっていうその四駆の機構があるっていうのと加えてエアロかな。いや絶対的に静かなんですよ。この絶対的に静かなのは多分このエアロミラーがついているっていうのはすっごいあると思います。ここからの外のその風切り音っていうのがやっぱり静かですよ。220シリーズも静かですよ。でも235ももっとここが静か。なんか静粛性がやっぱ一段階高いような感じがします。でに対してそのリアの方の収束感まとまりがあるので、これはそのX ドライブであるっていうのとリアのスポイラーが効いてるんじゃないかなっていうのを思わせますね。ですからお行儀がいいような感じです。この子はねハイパフォーマンスモデルではありますけれども、一段本当に接地感が高いというかしっとりとしているっていう感想は実際にこれだけね短時間でパンパンパンって乗り換えるとめちゃくちゃ感じますね。だからやっぱりその同じガソリンですけれども 1.5 リッターの3気筒の220はもうちょっと若々しくてこう跳ねるようなフィールっていうところがあって、この235に関してはもっとこう地面に吸い付くようなそのどっしりとこう一クラス上になったかのような、ボディサイズがねちょっと全幅が広がったかのようなそんなフィールもあります。なんですけれども全部シリーズを通して同じダンパーが入ってるんですね。これはアダプティブダンパーが入ってるんですけれども、全てエアサスではなくてメカサスのアダプティブダンパーになっているというような感じのものなんですけれども、だから足の雰囲気は全部似通ってるはずなのに接地感で一つ大人に見せているっていうのがこの235で、実際におそらく試乗していただくとステアリングの落ち着き、車両の落ち着き、地面の吸い付き、コーナリングの良さっていうのは全て連動してます。すごいね。これになると本当に BMW、 もう本当に BMW です。 FF でも FF ベースでも。いやここ毎回不思議だなと思うんですけれども、その X ドライブだからなおのことそうかなって思うんですけど、 BMW ってねどれに乗ってもパワートレーンがFF であれ FR であれ X ドライブであれ全部なんとなく FR っぽいんですよ。それはセッティングのせい、それからブランドの生い立ちのせいだと思うんですけれども、ちゃんと
そう、アウディが全てフォーリングスに象徴される四駆っぽい感じになるように FF であろうがね、なんかね BMW って全部 FR っぽいんですよね。これすっごい不思議だなと思うんですけれども、だからこの X ドライブもちょっと FR っぽいし、なんだったらその220のシリーズも全部 FR っぽいんですよね。そうね、ありますよ、ちゃんとこう味わおうと思ったらそれなりにちゃんとFF 感であったりとかフロントヘビーであったりとか、そういうのを感じることはできます。でもパッと言われて乗ったら、うわ FF 嫌だわみたいな感じ全くしないんですよね。だから余計に私は BMW の FF を、そもそも私はこの FF に対するアレルギーがないタイプで、 FF の車で競技ラリーをやってたっていうのもあって、FF だから嫌だっていうのがあんまりないので、なおのことそう思うのかもしれないんですけれども、さらにその先に行くと BMW ってその FF 感っていうのがあんまり本当にドライブ的にない、ドライブトレイン的にない、ドライブフィール的にないっていう感じがすごくするので、ここねなんか BM ってFF 作ったら終わりだよねみたいなことをもう言ってる人はいないと思うんですけれども、そう思ってる人がいたらこのグランクーペ乗ってみとね、その上位モデルに比べたらそれはねいろいろと言いたいことはあるでしょうけど、また3シリーズ以上になってくるともう BMW ってさらにもう異次元に足の感じとかが良くなるので、そこもその上位のモデルにずっと乗ってきた人からしたら言いたいことはあるでしょうけれども、国産車から乗り換えて、この FF 動向っていうのは全くもうそれよりも素晴らしい、なんだこれっていう風になると思います。そしてこの車は X ドライブなので、その X ドライブ感っていうのもちゃんと味わえるんですけれども、これも BMW すごいなと思うんですが、この車重の差とかエアロの差っていうのがそれぞれあるにせよですね、味の統一はやっぱりすごいありますよね。グランクーペ味っていうのが全てに貫かれているっていうのはあります。でそれぞれちょっとだけペンタゴングラフが違うみたいな感じのイメージで、この235に関しましては少しその落ち着き方向に車が振ってあって、そのラグジュアリーというかね、そのリッチな方向に車の味付けがなされているといったところに魅力がすごくあると思いますが、ステアリングは軽く、レスポンスはよく、パンとトルクが出て、またパワーもすごく感じられる。この2リッターのガソリンエンジンのものすごい繊細で静粛性の高い軽やかな吹き上がりっていうのがもう存分に味わえる感じですよね。これはちょっと山道このまま行ってみたいなっていう感じもすごいします。もうとにかく前にコロコロスルスル転がっていくっていう感じと、そう19インチなんですよね。だからこの車は18インチスタートですけれども、もし235を選ぶ人がいらっしゃったらぜひ19インチにしてもらいたい。ちょっと当たりは強くなります。今みたいに継ぎ目とかね、鉄板のところに乗ったらドドンドドンっていうのは18インチ以上には感じるようになりますけれども、もうなんていうのかな、横走行に対してのグリップ感がもう段違いね、18インチ19インチだともう段違いに違うし、これだけやっぱりですねリアの落ち着きが出てくると19インチがあった方がおそらく長い目で見てものすごい楽しいと思います。山道行った時とかにすごく楽しめる、ハンドリングがめっちゃ楽しい、もう全然違うと思います。18インチだとねやっぱちょっとその辺の頼りなさっていうのが出てくるんじゃないかなと、このパワーに対してと私は思いますので、ぜひね19インチオプションつけていただきたいなと思ってます。これめっちゃハンドリングも機敏です。これはね1800っていう全幅のクイックさっていうのもねあるかなっていうふうにも思いますけれども、この転がり感と接地感のバランスっていうところの味付けの仕方がすごく上手ですよね。あと意外に効いてるのがこのねM のステアリングホイールですね。このステアリングが結構ぶっといんですよ。でこれは220のベースグレードシリーズもこのステアリングが入っているので、グランクーペが全体的にこれと同じものになってるんですけれども、 X ドライブでもこのステアリングの径があるおかげで割とその持ち重りがしない、もともとすっごくすっきりと味付けられてますけれども、そう意外とね4駆になると味付けが変わるっていうメーカー未だに多いんですよね。けど BMW に関してはこの電動ステアリングの味付けがものすごい素直で全部同じぐらい軽い。1個言うなら 220D が一番重たいかな、重く感じるかなっていうぐらいです。
だからそのガソリンエンジンに関してはやっぱりすごく軽く味付けられてて、その動力に対してパンってこう膨らむ感じとこのクイックなハンドリングっていうのがすごく合ってて、スポーティネスっていうのをダイレクトに感じられるような仕上がりになってるっていうのもとてもこうユニークな部分だと思います。今ね車線変更しますけれども、こういった時とかももう2ミリぐらいもう体感2ミリぐらいチュッと動かしただけでスパーンってこうね隣の車線に入っていけるといったようなクイックさっていうのがありますよね。でこれは 1.5 リッターの方にもありました。それぞれやっぱりすごい個性が違うのに全て同じ味付けになってるっていうね、もう上手ですね。なんかこういうものを作らせたら上手だなと思います。で私はミニも結構ね試乗させていただきましたし、ミニ大好きなんですけど、この試乗会に来るまでミニをね欲しいなと思ってたんですけど、もう嫌なものに乗っちゃったな。これ余計に頭がこう今パーンってなりそうです。欲しい、両方とも欲しい。両方ともに味が全然違うのでね、これはそうか。でもトルクとパワーのバランスがものすごいいいのかもしれない。この子ねエンジンだけでいうと 300PS あるんですよね。でトルクが 400Nm と、ここのそのトルクとその出力のバランスがものすごいスポーティーなんですよね。だから軽やかかつ重厚っていうその相反する2つのファクトがうまく高次元でクロスしているといったような感じかなと思います。でもさらに本当にねなんだろう、お行儀というか、ものすごいプレミアムカー感らしい、プレミアムらしいですね。このお行儀の良さはバタバタしないし、そのスンって進んでいくし、この直進との気持ちよさっていうところがね、もう絶妙にこうねミドルエイジの我々ぐらいの年の人たちのこうプレミアムカーに憧れる感じのね、こうヒールをくすぐってきますよね。ダークホースだった。自分の中でこの選択肢なかったけど、いやしかもですよ、この子ですよ、この2リッターで 400Nm もあるっていうのにですよ、 WLTC で 12.6？ もう今乗ってるやつがねリッター8ぐらいしか走んないので、どんな車乗ってんねやって感じなんですけどこれだけパフォーマンスよくて、これだけお行儀よくて、これだけパワフルで、こんな燃費いいってね、ええやんか、いいやんか、悩むな。お値段も高いですけど、ちゃんと高いなりのね理由もありますね、これは。いやーマジでこの選択肢なかったな。なんで乗っちゃったんだろうな。いやこれちょっとね皆さん試乗してみてください。思った以上に良かったです。こう言ったら失礼な話ですけど、しかも見た目がかっこいいですよね。自分で施工でこの効果、シラさん50。はい、というわけで今日はこちら M235X ドライブグランクーペ一般道試乗をお届けしてまいりました。いかがだったでしょうか。非常にですね走りの方がすごく質感が高くて、本当に一般道ではですねこの走りの性能すごくビビッドでした。今ですね私のチャンネルではメンバーを募集しております。チャンネルメンバーはこの動画へのですね早期アクセスであったりとか、それからメンバー特典の動画も配信しておりますので、皆さんぜひですねこちらの方下の概要欄からメンバーになっていただけたらと思います。皆さん今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。チャンネル登録と高評価で応援してください。自動車ジャーナリストの今井ゆうきでした。バイバイ。